はい、こんにちは、梅野です。本日は、バラの取り方をご紹介したいと思います。去年取りに来た時と同じで、あいにくの雨なんですけど、雨は雨の日でバラの花びらに水滴がついて、綺麗に撮れますので、そういう写真も狙って撮っていきたいと思います。はい、1枚目はこの紫のバラを撮っていこうと思います。対比構図、手前のバラさんにピントを合わせて背景じゃない、これ後ろにあるバラをボケさせて撮っていきます。よくテーブルフォトとかでも使う、方法なんですけど、前をピント合わせて後ろをボケさすことでこっちの印象を大きくするのと立体感というか奥行き感を出すことができます。なのでこの場合は真横から撮るんじゃなくてちょっと斜め上の角度から狙っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。F 値を低くしすぎるとピントを合わせるバラさんもちょっとボケてしまいますので、一部だけにピントがあって他の花びらがボケてしまうので F 値は10に設定しました。で焦点距離が 70mm で撮っていくんですけれども、シャッタースピード160分の1を出すために ISO 感度は320に上がっています。背景がちょっと明るくなりすぎるので露出値はマイナス 0.3 に設定して撮っていきましょう。はい、それでは写真がこんな感じになります。3分割の配置にしまして、手前のバラさんにピントを合わせて後ろのバラはちょっとボケさせるようにしました。前と後ろに配置することで手前のバラがちょっと大きく見えて後ろのバラさんがちょっとちっちゃく見えます。はい、ボケていることによってちょっと奥行き感が出るような撮り方になります。もちろん晴れの日でも雨の日でも使える構図なんですけど、今日は雨が降っているのでバラに水滴がついてより綺麗な感じに撮れたんじゃないかと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次は咲いている向きが異なっているバラを撮っていきましょう。ここのお花は右下の方を向いてまして、で下のお花は僕の方正面の方を向いてます。このお花をちょっと縦構図で切り取って一緒の画面に押さえてあげることで、いろんな方向から1枚の写真でバラを楽しむことができます。そしたらこれを3分割の構図、縦構図で撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。で上にあるお花と下にあるお花両方にピントを合わせたいので F 値は8に設定しました。ISO 感度320にすることで、シャッタースピード160分の1秒出るようになっています。でここも露出はマイナス 0.3 に設定して撮っていきましょう。はい、そういった写真がこんな感じになります。手前を向いているバラさんと右下の方を向いているバラさんと、一緒の画面に押さえてあげることでいろんなバラの表情を楽しむことができます。で3分割の構図に収めまして、バランスもよく見えますし F 値を8に設定したことで、だいたい両方にピントが合っていると思います。バラの写真撮るときって全体にバラ園全体の写真撮るか、あと1枚の一輪のバラにフォーカスしやすいんですけど、ちょっと複数2つ3つをうまく入れてあげることで印象的な写真にすることができます。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここのバラを撮っていきます。で今一番綺麗に咲いているバラさんはもうシンプルに日の丸構図で撮ってあげると綺麗に写ります。で他に邪魔なものもほとんどないですので、バラにピントを合わせて背景をボケさせるように撮ることで、バラの綺麗さとあと背景がボケることで浮き上がって見えるようになります。
余計なことを排除してシンプルに撮ることでより魅力的な写真を撮ることができます。はい、カメラを設定していきます。ここも F 値を下げすぎるとバラの端っこの花びらとかはちょっとボケてしまいますので F 値8に絞って撮っていきます。で焦点距離が 105mm ぐらいで撮っていきますので、保険でシャッタースピード250分の1まで上げています。でその場合で、ISO感度が320から400ぐらいになってます。でここも、花びらが白いですので白飛びするのを防ぐために露出をマイナス 0.3 に設定して撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。シンプルに日の丸構図で撮ることで、バラの綺麗さを出すことができます。で手前とか、背景とかも邪魔なものがないようにするのと、ちょっとボケさせてあげることでバラの花束がより浮き上がった写真を撮れると思います。日の丸構図は狙いやすいんで、ぜひ、1枚は撮ってみてください。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここのバラを撮っていきます。バラだけじゃなくてこのバラの葉っぱですね、葉っぱも使って撮ってあげることでよりいい写真になるんじゃないかと思います。でピントはバラに合わせまして、でここのちょっと生えている葉っぱは若干ボケさせて撮っていきます。そうすることでちょっとこの左右に広がりがある葉っぱの感じとバラさんを撮ることで奥行きと写真の広がりみたいなものを出せるんじゃないかと思います。あとは画面内は、他の色は入れず緑色だけとバラのピンクと入れることでよりバラの色が入ると思います。そしたらここを撮っていきましょう。はい、カメラを設定していきます。背景がボケすぎてもあれなんで F 値は10に設定しました。で焦点距離が 135mm で撮っていきますので、保険でシャッタースピードは250分の1秒に設定しています。でその場合で ISO 感度が400になってまして、露出はまた同じ 0.3 で撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ピントはバラに合わせて撮っています。で背景にある一番後ろの背景はもう完全にボケてますけども、バラの近くにある葉っぱは完全にはボケさせず若干見えるぐらいにすることで、この葉っぱのこの曲線というか、綺麗な広がりみたいなものを出しています。で背景は緑色一色にすることでピンク色のバラがより映えるような写真にすることができました。で構図は一応3分割で撮ってるんですけど、そこまでこだわらず背景の葉っぱと、バラの位置とバランスがいいところを見つけて撮ってみました。はい、次はここの赤いバラ2輪を撮っていきます。こことここなんですけど、で下の葉っぱもですね奥行きがだいたい同じところにあるので、せっかくなんでここの葉っぱも入れていきたいと思います。で全体的にここからこう伸びていく、三角構図的な要素を使って撮っていきます。で赤いバラを撮るときは露出が高すぎると色抜けっていう現象が起きまして、赤色がちゃんと表現されなくなりますので、赤系のバラを撮るときは露出値を下げて撮ってあげる方がいいです。暗すぎたら後でレタッチソフトとかでも、調整ができますので、とりあえずは色あせを防ぐために露出を低めにして撮ってみてください。はい、カメラの設定していきます。F 値は5に設定しまして、2輪のバラと下の葉っぱを3つがピント合うようにします。で背景はボケるぐらいの F 値に設定しました。でシャッタースピードが400から500出てまして、で焦点距離は 70mm ぐらいで撮っていきますので ISO 感度は100になっております。赤いバラの色合わせを防ぐために露出値はマイナス2にして撮ってみましょう。
はい、それで写真がこんな感じになります。下の葉っぱちょっと切れちゃったんで三角構図的な要素はないんですけど、バランスは撮れた写真になったんじゃないかなと思います。縁5にして自分が立っている位置を調整することで左右のバラと手前の葉っぱ全部にピントが合うような写真になりました。露出値はまず下げて撮りましたので赤色がしっかり綺麗に出ていますし、雨の日っぽいちょっとシックな写真になったんじゃないかなと思います。はい、では最後は、基本中の基本となる前ボケを入れて撮ってみましょう。あそこにオレンジ色のバラがありますので、手前の白いお花を前ボケに使いつつオレンジのお花バラを撮っていきたいと思います。で横構図やとあんまり前ボケ活かせないので縦構図で切り取って前ボケを作って撮っていきたいと思います。はい、カメラの設定していきます。前ボケを作りたいので F 値は一番低い 2.8 に設定しました。で焦点距離は200手前180ぐらい取っていくんですけど、 F 値が低いことで、シャッタースピードが500分の1秒出てくれてますので ISO 感度は100で OK です。で露出はもうここプラマイ0で撮っていきたいと思います。はい、そういった写真がこんな感じになります。前ボケを入れて撮ってあげることで、前景とでピントが合っているバラのとこ中景とで背景の3層構造になって奥行き感がある写真を撮ることができます。で手前に白い花を入れてボケさせたことで写真が暗い印象にならずちょっと明るい雰囲気を持たすこともできます。前ボケを使って撮るのはいろんなお花被写体でも使えますので、ぜひいろんな場面で狙ってみてください。はい、今回はバラの撮り方についてご紹介しました。バラは一般的にちょっと撮るのが難しいと言われてますけれども、明るさと F 値に気をつけていただければカメラ初心者の方でも綺麗に撮れるんじゃないかと思います。まだバラのシーズン続きますので、今回の撮り方の動画以外にもバラの動画を撮りたいと思いますので、そちらも参考にしていただければ幸いです。そしたら今日はもう帰りたいと思いますので、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。